それでは奈良先端科学技術大学院大学の高橋博が訂正情報の投稿傾向分析ということで発表を行わせていただきます。すいません。ではまずは初めにタイトルにもあります訂正情報というものについて説明させていただきます。これまでの発表でもありましたように震災時にはツイッター上でデマツイートとそれを否定するツイートというものが多く拡散されました。私の研究ではこのデマに対してその内容を否定しているようなツイートのことを訂正情報として扱います。で、プロジェクトの目的としまして、私が今回何に注目したかというと、先ほどもちょっと議論に上がりましたそのデマのトピックの拡散収束や、その訂正情報そのものではなく、その訂正情報を投稿したユーザーがどのような人物であるのかということに注目しました。Twitter のユーザーのその信頼性に関わる研究で、平時信頼されているユーザーという人は、フォロワー数が多い人であったり、リストに登録されている数が多いという特徴があるという研究があります。では、災害時に、訂正情報というものを投稿したユーザーがどのようなユーザーであったのか、また、たくさんリツイートされ、多く拡散された訂正情報というものはどのようなユーザーによって拡散されたのか、投稿されたのか、そういったことを調べてみました。今回使用するデータはこのようになっておりまして、Twitter Japan さんに提供していただきました3月11日の2600万のツイートの中から日分離器を用いまして訂正情報を自動で14万ツイート抽出しました。またユーザーの特徴としてそのユーザーが登録されているリストの数というものを用いるんですが、これは震災当時のものではなく2012年の10月現在のものとなっております。で、早速調べた結果ということでこちらのグラフがユーザーが登録されたリストの数と訂正情報を投稿したユーザーの割合というものでこれが何になっているのかと申し上げますと、まずここを見るとリストに1回だけ登録されているユーザーというものは3月11日でその1回だけ登録されているユーザーの中で3月11日に訂正情報を投稿した割合は 2% であったと。リストに1回しか登録されていない人間を100人集めてきてもその中で訂正情報を投稿していた人は2人しかいなかったと。逆にリストに登録されている数が100個程度のユーザーで見るとその中で訂正情報を投稿していたユーザーは約 11% と。このことから訂正情報を投稿したのはどのようなユーザーかという問いに対してリストの登録数が少ないユーザーというものはあまり投稿しなかったと。そして、リストの登録数が500程度のユーザーのところに一つのピーク山があって、そのユーザーが訂正情報を多く投稿する傾向があったということが分かりました。続きまして、こちらは訂正情報の非リツイート回数とユーザーが登録されたリストの数というものをプロットしたものです。これは青い点一つ一つがその訂正情報に対応しているのですが、例えばこの例ですとこの訂正情報はリストに登録されている数が100個のユーザーによって投稿され約1700回リツイートされたということになっています。このグラフの右下の方を見ても分かりますように点がたくさん出現しているところというのは、リストに登録されている数が多いというところで多いということで先ほどの結果と一致します。しかし目立つのがここの大きな外れ値でしてこれらの訂正情報というものは投稿したユーザーが登録されていたリストの数というものは10以下と少ないのですがそれぞれ1000回3500回近くと非常に多くリツイートされています。これらの内容を見てみましたところこのようにサーバールールの話はデマですということやこのようにありまして結果としまして
して重要ともなる訂正情報は、投稿者のリストにかかわらずリツイートされていたということが分かりました。以上です。というわけで、このまとめを見てもあんまり提案にはなってない。つまりこれどういうことに結びつけたら良くなる、そうですね、最初の方にちょっと時間がなくて飛ばしてちょっと飛んでしまったんですが、今回はその、訂正情報を多くその、投稿するユーザーの、傾向というものに、リストに多く、登録されているユーザーというものが見えました。逆に言うと、訂正情報を、多く、投稿しないユーザーというものはリストにほとんど登録されていないユーザーということになりまして、そしてユーザー同士のフォロワー関係というものを見てやると、その何て言いましょうか、リストに登録されている数が少ないユーザーの塊というのが出てくると思うんですね。で、次にこういった、地震などの災害が起こったときに、そういったその、訂正情報を、あまり投稿しないであろうグループ、訂正情報があまり拡散しないであろうグループというところに、ピンポイントでこういった訂正情報というものを、伝えてあげる、広めてあげるサービスというものを行うことができると、そのデマの収束というものに期待が買ってくれるのではないかなと考えております。